はい、皆さんこんにちは。柑吉スタジオの北原柑吉です。今日はちょっと別の場所からね、お送りしているんですけども、別の場所というのは実はここはですね、愛木公園という場所なんですね。故佐川幸義総藩のですね、佐川道場があった跡地に作られた公園でですね、今日はちょっとこの辺ので、このですね、公園のですね、ご紹介とともにね、ここからお送りしたいと思います。はい、じゃあちょっと公園の紹介をしていきたいんですけどもね、入り口がですねこんな風に、愛木公園佐川幸義邸跡地という風にね書いておりますね、小平市ということなんですけども、佐川幸義総藩がね亡くなった後ですね、このせっかくのね、跡地佐川道場のということでなんとかね形として残せないかということで、当時、門人のね、お一人である木村達夫先生が中心となってですね、小平市と相談してこの公園をね、恒久的にね残そうということで作ったということになりますね。いろいろクラウドファンディング等々でですね寄付を募ったりして、私自身もですねちょっと微々たる額ですがねご協力させていただいたんですけどもね。でこちらにはですね当時の佐川幸義総藩のうちにね、の屋根にあった鬼瓦がね貼られているということですけどもね、入り口はこんな風になっております。はい、じゃあちょっと中をねちょっと行ってみたいと思います。中はですねいわゆるですね本当に公園という感じでですね、大きな遊具とか特にあるわけではなくてねこの土地をそのままね残したという感じの状態になっております。はい、アプローチとかねあとは公園のベンチ等々はね作られておりますけれどもね、結構ですね犬の散歩に来る方とかねお年寄りとかがね散歩してるような感じでね私が来た時もねいろんな人がね撮っておりましたね。はい、水場もあって当時のねこの大きなね岩がありますけどね、こういうね庭おそらく庭石であるかなと思いますね。この辺りは当時の多分佐川邸そのものをねなんとか自然な形で残そうという形でされてたのかなと思いますね。はい、こちらがちょうど、庭になりますね。日本家屋なのでね、こういった庭も当然あって、佐賀幸義総藩はねこういった庭でもね鍛錬されていて、ちょうどここに平らな岩肌がですね地面から出てるんですけどもね、こちらでもなんか鍛錬されてたということがね伝わっておりますね。おそらく庭木もですね、当時のものがそのままね残されてね、ここに公園の樹木としてね、そのまま残っている形かなと思います。当時のね風景が非常に分かって残されてね素晴らしいかなと思いますね。はい、こんな感じです。はい、じゃあもうちょっとね先このアプローチをね続けて進んでいくとですね、こういうふうですねちょっと緑色のですね長方形のね、床の部分にねなるんですが、ここがまさにですね、佐川道場の跡地の部分ですね。ちょうどだからここで、多くの門人の方々、そして佐川先生がですね日々練習していたということになります。おそらく緑色はね畳もイメージできるように緑にしたのかななんてね思っておりますけどもね。はい、で奥にですねこの、緑色の、ね、道場跡地の奥にですね石碑が立ってるんですけど、ここがね普段から佐賀幸義総藩がですね、ここに座ってですね道場の中の練習を見守っていた場所だということになります。はい、石碑はですね、佐川道場のね、紹介内容がね記載されてますけども、その下にはですね、佐川先生が書かれた道場訓ですね、冒頭の部分になりますけどね、愛機は気を合わすことであるというね、有名な言葉がね記載されておりますね。はい、こんな風にですね、当時のですね、佐賀道場の中のですね配置が分かるようなね風にもね置かれているということですね。はい、で奥の方はですね本当にもう自然な形でね、こう草木が生えてるだけの、あとはもうベンチがねちょっとあるだけの状態でね、街中の本当に住宅地なんですけどもね憩いの場所のようにね使われてるみたいですね。でもやっぱりね昔の敷地なので、非常に広いですよね、土地自体はねぐーっと奥まであって。こういったねベンチコーナーもね作られておりますね。はい、
あとまたね、入り口の横にはですね、合気公園についてのね、説明書きがね、いろいろ書いておりますね。せっかくなんでちょっとね、この佐川道場のですね、この場所をお借りしてですね、佐川先生にあやかってですね、ちょっとだけ四股の練習をね、したいと思っておりますね。じゃあちょっとこれからしたいと思います。はい。というわけでね、今日はね、この合気公園、佐川道場跡地のですね、合気公園をね、紹介させていただきましたけども、皆様いかがでしたでしょうかね。私も佐川先生にあやかってですね、ちょっと四股の練習をさせていただきました。私自身はね、合気、佐川道場でですね、練習したことはないんですけどもね、当時のことをね、想像してね、佐川先生見られてると思ってね、練習するとまたね、気持ちが引き締まってですね、いい練習になったかなと思っております。ぜひね、興味のある方はですね、来ていただいてですね、当時の佐川道場のことをね、感じていただければいいかなと思っております。はい、ということでね、今日はね、合気公演のご紹介でした。ご参考にしていただければ幸いです。はい、ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。はい、さよなら。